皆さんこんにちは、ときまるです。今日は最近使っているシューズについて紹介していきたいと思います。はい、ということで、最近使っているシューズはこちらですね。アルトラのローンピーク9プラスです。はい。これにね、乗り換えています。で、これまで使っていたシューズは、もうこのチャンネル見てくださっている方ならご存知の、ビボベアフットの、プライマストレイルニットというモデルを、ずっと使ってきました。で、もう3代目かな。3代目ぐらいというか3回ぐらい使ってきていて、で、それからね、乗り越えた経緯と、あとは実際にこのローンピークを履いてからの、レビューみたいなものを今日は簡単に話していきたいと思います。で、まず、乗り換えた理由なんですけど、僕はずっとベアフットシューズを履いていて、もうサンダルから始めて5年ぐらいね、経つんですけど、で、その中で、いろんなベアフットシューズを履いてきました。様々なメーカーで、この YouTube でも毎回ね、レビューをしたりとかして、皆さんにご紹介してきました。で、ベアフットシューズがどういうものかっていうのは、過去の動画をご参照ください。そちらにまとめています。簡単に言えば、足の裏の感覚をそのまま最大限に発揮できるような構造になっているシューズ、ソールが薄いシューズということになります。で、その流れの中で、ビボベアフットをずっと履いてきたんですけど、やっぱり耐久性がちょっと問題でありました。で、それは、やっぱりソールが薄いので、これは当たり前のことなんですよね。まず、その耐久性が低いっていうのは。他のシューズに比べて、もうね、ぐにゃっと、ここがもう曲がるぐらいの感じになっていて、で、それがその足裏感覚を維持するために重要な機構ではあるんですけど、だからどうしても、耐久性が弱くなると。そういう作りだからこそ。で、僕大体もう1年ぐらいで、このね、ソールのこの辺の部分が剥がれてきて、ダメになってね、買い替えることをしていたんですけど、で、そういうわけでこれまで3足、およそ3年半ぐらいかな、かけて、買い替えているわけです。年に1回だから買い替えているような状況です。で、もう一つは、そのビボの耐久性が低いというよりも、僕の靴を履く頻度が高いっていうのも問題で、で、私はそのシューズをもう一足しか持っていないので、毎日履くんですよね、基本的に同じものを。で、山に登る時も、そしてランニングの時も、日常も、で、旅に出る時も、すべて同じシューズで活動をしています。正確には、サンダルがもう一つあるので、フットウェアが二つってことになるんですけど、なので、そういうわけでずっと履いてるので、やっぱり一足を履くと、それだけ摩耗が激しくなります。で、しょうがないことではあるとは思ってるんですよね。エクストリームな持ち物で、エクストリームミニマリズムで暮らしているので。ただそれでもね、持ってる方だと思ってて、1年っていうのは。というのも先輩たちね、エクストリームな先輩たちは、クレイグとかは、だいたい3ヶ月に1回ぐらい、履き替えていたので、それから考えれば、1年持つっていうのは、ベアフットシューズでもの持ちだろうと、僕の中では思っています。ただやっぱりソールの部分が剥がれてきたりとか、薄くなってきたりとか、で、このソールと、アッパーのね、剥がれが出てきたりするので、どうしても、支障が出てくるので、買い替えるということになると。で、そこで、新たにですね、今回、アルトラのローンピークを試すことになっています。はい。で、実は僕今回ね、アルトラ試すの初めてなんですよ。で、ずっとこのシューズに関しては、注目していて、で、結構山行く人にとっては結構ね、有名なシューズメーカーですね。アメリカのメーカーです。で、海外に、アメリカにね、三大トレイルっていうトレイルがありますけど、コンチネンタルディバイドトレイルだったりとか、アパラチアントレイルっていうのがあるんですけど、そのようなロングハイク、長い距離を長い期間、時間をかけて歩くっていうもので、一番使われているシューズだと、言われています。アメリカのね、トレイルで一番使われているシューズだと言われています。それくらい、耐久性があって長く使える、そして長い距離を歩くことに向いているモデルだということができます。で、特徴としては、同じく、そのベアフット系の機構が入ってるんですけど、個人的には、ビボベアフットとは完全に異なる作り、思想を持っていると思っていますね。で、同じような、そのベアフット思想もやっぱこの中には入っていて、
で、それはやっぱ特徴的なのはこのトゥーボックスの広さですね。ここがやっぱり他のシューズよりも広くなってると。わかりますかね、こう広いの。広がっていることによってこの中で足がね自由に動けるようなスペースが確保されています。で、大体多くのベアフットシューズはそのような作りになっています。で、これもまあ同じように広くなってて、中で指が動くような作りになっている。なので、トレイルランニングとか山を歩くときも基本的に前足でですね、ぐっとこう掴めるような感覚が得られるので、安定した着地、安定した歩行になりやすいです。で、その他の特徴としては、ゼロドロップ機構といって、このつま先とかかとのソールの高さが均一になっています。つまり並行して足の底面を地面に着地できるというような機構になっています。基本的に多くのシューズというのは、かかとの方がつま先よりも高くなっていて、こう傾斜した状態で靴を履くような状態になります。それが大体多くの靴の作りなんですけど、このシューズはですね、アルトラのシューズはほとんど、ちょっとね、高いモデルもあるんですけど、このローンピークに関しては、ゼロドロップというね、この高さがね、均一であるっていうことです。はい。そこが一つ、ベアフットシューズの特徴的なところで、均一であるっていうことは、つまり素足と同じような状態で地面に着地できるっていうことですね。だからビボベアフットもそうなんですけど、同じようにゼロドロップで作られていて、高さがね、上が上がってないと。だからこれは慣れてない人にとっては結構最初は違和感があると思うんですけど、裸足に慣れている人にとっては、裸足感覚と同じような足の使い方ができるので、よりそのベアフットの筋肉とか骨とか関節の使い方をするのに役立ちます。はい。で、そういうところが、基本的に、ベアフットシューズとして、通じる部分なんですけど、ビボとの大きな違いは、やっぱりソールの厚さですね。耐久性がやっぱりこう、アルトラのシューズの方が高くなっています。で、ソールがまず厚いということ。で、スペック的にはこの地面から足の部分まで25ミリの厚さがあります。スタックハイトという数値で示されるんですけど、このローンピークに関しては、この地面から足裏までの距離が25ミリあると。つまり2.5センチあるわけですね。結構ね、あると思います。クッション的にはね、結構だから、こう見てわかる通り、分厚くね、ありますね。で、これが、ビボベアフットの、これまで履いていた、プライマストレイルニットというモデルだと、5.5ミリになります。5.5ミリしかありません、ビボは。だからどれだけ、これがね、ビボに比べて分厚いかということがわかると思います。正確には、ビボの方は、ソールベースというね、このソールの部分が3ミリ、そして、このね、ボコボコしているラグというものが2.5ミリっていう風に分かれていて、で、トータル5.5ミリっていう風なスペックになってるんですけど、それがですね、アルトラの場合は、25ミリあると。だからおよそね、4倍ぐらいの厚みがあるっていうことですね。で、その分、その足裏感覚というものはやっぱりなくなります。で、この靴はですね、結構そんなにぐにゃっと曲がる感じではありません。ビボほどぐにゃっと曲がりません。だから、ある程度足がね、固定される感じにはなるんですけど、ゼロドロップという機構のおかげで、ベアフット的な足の使い方はできると。つまり、ビボベアフットのシューズをさらに耐久性、防御力を高めた状態ということができると思います。で、そういうわけで、やっぱりこう、山で使うには結構この方が良かったりもしますね。どうしてもソールが薄すぎると、足の裏の感覚は最大化されるんですけど、例えば釘とか、なんかそういうこう危険なものがもう踏んでしまった時に簡単に貫通したりとか、そういうリスクがあったりもするんですけど、25ミリあればね、大体ね、どんなとこ歩いても平気っていう風な感じになります。で、あとは、この辺のね、トゥーボックスのね、こうガードも結構しっかりしてますね。この、映ってるとは思うんですけど、やっぱりこう二重になってるようなこのね、ボコッとしたプラスチックの感じがしていたりとか、なので結構こうつま先とかを結構登ってるとね、岩とか木の根っことかによくね、ぶつけるんですけど、そういう時にね、やっぱビボだとね、結構ね、痛かったりするんですけど、このアルトラであれば、ここがガードされているので、結構丈夫な、ガード力が強い作りになっています。それから他の特徴としては、リップストップアッパーというものが採用されていて、これよく、こう、ちょっと近くで見るとわかるんですけど、なんかこう、しましま模様というか、こう、網の目状みたいなものになっていると思うんですけど、
これによって、破れをですね、最小化できます。つまり何かがこう傷が入ってこう破れた時にそこでこう破れが止まるような感じ、いわゆるそのここから裂けた時にビーッと全てが裂けないみたいな、そういう風なアッパーが採用されています。その辺は結構ね、そのメッシュ部分が薄くなることによって、軽さが出ると同時に、その布の部分は丈夫になっているので耐久性は上がるという、そういう風なちょっとね手の込んだ作りになっていますね。それからこれローンピーク今9プラスっていうね、もうだからつまり9世代目っていうことなんですけど、ここに来て変わった最大の特徴が、ソール部分になります。で、ここはですね、ビブラムのソールが採用されていて、メガグリップというね、ビブラムのモデルが採用されています。で、かなりグリップ力が高いモデルになってますね。で、割とこのラグもあるので、しっかりこうボコッと立体感のあるラグがついているので、結構どんな路面もキャッチできるような。で、そして僕もこれ1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、結構雨のシーンだったり、結構傾斜があるような山道を歩いても、滑ることがね、そんなにないですね。うん。だからなんかすごくこう安定した歩行、そしてランニングでも私使ってるんですけど、安定したランニングの感覚を得られるなと思いました。その点ではビボベアフットもソールが薄い分足裏がきちっとね、柔軟に使えることになるので、なんかある程度ラグがあって、グリップ力はある方だと思うんですけど、それよりもちょっとね、雨の日なんかが特にね、このビブラムのグリップが効いてるような感じが、使ってみてしましたね。うん。だからそこはね、結構いいとこかなと思ってます。それから重さなんですけど、これ片方で 320g ぐらいですね。で、僕実際に測ってみたんですけど、だいたい300g ぐらいでした。で、この重さはですね、ビボのプライマストレインニットとそんなに変わらなかったです。スペック上はね、ビボの方が、ちょっと重くなってるんですけど、400g ぐらいに確かなってるんですけど、でも実際に測ってみるとね、ほぼ同じくらいでしたね。だから片方で 300g という感じです。そういう意味ではね、300g っていうのは結構軽量な部類に入るのかなと思いますね。だからこうワンセットで持っても600g ぐらいなので、バックパックに入れて持ち運べるような感じだと思いますね。はい。そういうわけで、アルトラのローンピーク9プラスに、リプレイスして最近こちらのシューズばかり履いてるわけですけど、これね、カラーが、なんかね、ダブルネームなんですよね。これアンドワンダーというブランドとのダブルネームの実はモデルです。で、なんかね、アルトラっていつも1月、年明けぐらいに新しくカラーが出て発売されるんですけど、結構ね、売り切れがね、早いんですよ。在庫が日本に入ってくる数が少ないのか、それとも人気があって結構買われてるのか知らないですけど、最近ね、買いたい時に買えないんですよね。で、僕もずっとね、こっちに移行したいなっていうか試してみたいなとずっと思ってたんですけどもね、1年ぐらい思ってたんですよ。1年ぐらい前から。で、ただ、在庫が復活しないので、結局買えないままでいたんですけど、最近、このアンドワンダーさんとのコラボレーションが出てたので、コラボモデルにしました。で、若干ね、やっぱコラボなんでね、こっちの方が高くなってるんですよ。普通のローンピークよりも。ただちょっとデザインがね、こういう風に、ちょっとカモが入ってて、なかなか、街とのね、こう行き来もね、しやすいかなと思って、で、今はね、実際使ってみてね、結構満足してますね、このデザインにもね。で、アンドワンダーさんは多分山やってる方は結構聞いたことあったり、使ったことあったりするかもしれないですけど、いわゆるアウトドアとファッションの融合みたいな感じで、結構ファッション性の高い、日本のね、ブランドですね。で、僕も昔サコッシュとか使ってたことが一時期あります。ただバックパックとかそういうギアも出てるんですけど、そういうものはね、実際使ってないですね。やっぱりファッション性が高いっていうところがあって、もちろん多分山でも使えるんでしょうけど、なんかもっと安価にいいアイテムっていうか、他のメーカーからいいギアが出てたりするので、なんかわざわざ買う必要はないかなと思っていて、なんかそこまでね、注目はしてなかったんですけど、まさか今回このようにアルトラとですね、ダブルネームでアンドワンダーがこんなシューズを出してくるとは全く思ってもおらず、そしてオリジナルの在庫がないことで私はまんまと買わされてしまったわけです。はい。で、中の部分にもね、こういうふうにアルトラとアンドワンダーって感じで、コラボレーションの主張がね、ちょっと強いですよね。なんかこの辺にもね、こう、
東京ジャパン、東京ジャパン、エキゾチックジャパンって感じで、ちょっと郷ひろみ的にね、結構なかなか主張が強いものが入ってて、ミニマルではありませんよね。ミニマルではない。このビブラムっていうのは、これはね、普通のね、アルトラのローンピークにもついてるんですけど、普通のオリジナルのモデルはこういうね、文字は入っていませんね。だからそういうところでちょっとね、ミニマルではないんですけど、他のデザイン的にはそんなに変わってないかなって感じですね。このアルトラのロゴ入って、9プラスっていうね、なんかもうローンピークってそのモデル名まで書いてるから、ちょっとこの辺がね、自分的にはちょっとね、マキシマムかなと思うんですよね。ビボはね、ビボも文字入ってますけど、それでもやっぱりデザイン的には結構ミニマルな感じで、割とロゴもミニマルだったりするんですけど、結構どうしてもゴテッとしたような、なんかスポーティーとか山の靴っていうのかな、なんか登山靴みたいな印象を若干与えますよね。でもこのちょっとダークカラーっていうのは、それをちょっと軽減することに役立ってはいると思うんですけど、今んとこね、品質とか履き心地はね、全く問題なくて、むしろ、自分の QOL が上がっているので、これはリプレイスして買い替えてよかったなと思うアイテムの一つです。はい。で、これからもうずっとこれ一本だけを履き込んで、やっぱり結果が出るのがね、やっぱ1年ぐらい使った後じゃないと僕はその道具に関しては、はっきりした良し悪しの判断はできないなと思っているので、1年ぐらいがっしり使って、で、どのように壊れていくのかっていうのをこれから見ていきたいと思っています。で、そのような進捗とかがあれば、またこのチャンネルでも共有したいと思いますので、また次回も遊びに来てください。で、僕が使っているハイキングギアや持ち物リストはウェブサイトで更新しています。で、週1回の近況報告とか、深掘りの記事はレターで配信してますので、概要欄から登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。体を動かしていきましょう。